確か。こんにちは。2 hours later. はい、今日なんですけど、今ね、YouTube とか、そういったいろんなプラットフォームで Vlog って言われるものが流行ってると思うんですけど、Vlog とはね、まず、ブログって皆さんご存知だと思うんですけど、基本的にはそういった日常をブログとかね、文字で表現するっていう流れが、主流だったんですけど、最近はこういった機材の普及だったりとか、やっぱり動画で自分を表現したりとか、動画で何々を伝えるっていうことを、今そういった Vlog っていうジャンルになってるんですけど、今回は作り方というか必要な機材を今回は皆さんと共有したいなと思っております。ここに様々な機材があるんですけど、僕の Vlog のスタイルっていうのはこういった一眼レフのような本当にシネマティックな映像表現を軸としてあります。音楽に合わせてね。でそれ以外は、こういった自撮りするもので、その環境の感想を述べたりとか、基本的にこの自撮り映像と一眼レフの外向きのね、環境の映像っていう二軸となっております。で、なんでこういった機材、自撮りする機材とこれを使い分けてるかって言いますと、やっぱり、海外とかね、旅とかでそういった Vlog 表現をしていると、外向きで撮りたいカメラは、やっぱり、一番画質も良くて、スローモーションで撮りたいんですよね。でもこれを自分向きで撮影するってなるとやっぱり重たいし、その利便性に欠けるんですよね。なのでこういった自撮りするときは自撮りする用で別の機材を使うってのが僕はおすすめです。それが、自撮りするものと外向きの機材を2つに分けるっていう理由の1つで、あともう1つっていうのは、僕がこの音楽に合わせて一眼レフでかっこよく映像を収めるっていうものは一番クオリティで言うと高い部分で、自分が喋ってる部分がこの一番クオリティ高いもののちょっと下ぐらいだとやっぱりその映像全体の緩急に欠けちゃうんですよね。なのでなるべく自分のことを抑えてる映像っていうのは、一眼レフのボケと比べて、一番スタンダードなものにしておくことによってこの自撮りした後にかっこいい音楽が一気にクオリティが上がるとここの緩急が生まれるんですよね。そうすることによって、Vlog コンテンツの、飽きがあまりないので、そういった緩急をつけるっていう理由も込みで一眼レフで撮影するものと自撮りするものを分けております。で、今回その自撮りするものでおすすめな機材っていうのをご説明しようと思うんですけど、先日ハワイ島で、Vlog を基本的に撮ってたんですけど、その機材はこのソニーのね、先日発売された RX02 というもので撮っております。で、これもすごく軽いし、すごいのが防水っていうのと、あと2メートルぐらいから落としても壊れないっていうのがあります。なのでアクティブな環境でもこういった自撮りができるっていうのも一つ醍醐味ですし、ちっちゃいのに画質もすごく綺麗です。僕がご紹介するのは、ボケとかはあんまりないんですけど、自分を撮る上ではすごく高画質なものが多いので、それはご自身がどういった表現をしたいかによって、変わってくると思うんですけど、まず一つ目はこの RX02 すごくおすすめです。で、次に、DJI の Osmo Pocket と言われるもの。これは本当にポケットという名の通り、本当に、こっちも入るんですけど、本当にちっちゃいので、自分のことを撮るっていうのが恥ずかしいっていう方は、こういったもので撮っておくと、なんかあの人撮影してるなとか、自分のこと撮ってるなって思われないような、自然な形で撮ることができるので、これはすごくおすすめです。ですし、すごく機動力があるので、すぐ、動画を撮影できるので、すごくおすすめです、これも。はい。で、個人的には、なんかこの Osmo Pocket でちゃんと Vlog 撮ったことないんですけど、これの、身軽さっていうのはすごく、僕はね、高画質っていうよりかは、撮影のしやすさだったりとか、そういったものが重要視するので、これは Osmo Pocket すごく、僕は個人的には結構おすすめかなって思ってます。はい、次にね、DJI さんの Osmo Mobile。これは、僕ね、iPhone で自撮りするか、ドバイの Vlog とか全部 iPhone で自撮りしてたんですけど、iPhone で自撮りか、ちょっと高画質なもので、自撮りするか、GoPro だったりとかいっぱいあると思うんですけど、iPhone で自撮りをしたい方ね、例えば一眼レフ以外で機材を持ちたくないっていう方は iPhone おすすめです。そのまま iPhone を自撮りして撮るのももちろんいいですし、こういったね、Osmo Mobile 2に iPhone を取り付けて、ブレないようにした上で自撮りするっていうのもいいかもしれないですね。ただこれの欠点はちょっと大きいので、なんかその周りの、見る目が気になる方っていうのはちょっとお勧めできないのと、これはね、自撮りだけじゃなくて外向きの撮影にも向いてますので、そういったところをちょっと参考にしていただければなと思っています。はい。で、自撮りだと今僕がお勧めしたこの3つの機材っていうのが、とてもいいかなと思っております。
で、次に外向きでね、僕の Vlog を見ていただければわかるんですけど、音楽に合わせたおしゃれなつなげっていうのがあると思います。で、そういったスタイリッシュなものを撮影する機材は、こういった一眼レフ、ミラーレス一眼って呼ばれるものになってくるんですけど、それの機材は正直そのおすすめなものっていうよりかは、自分が好きな色味だったりとか、重さ軽さっていうのに変動してくると思うんですけど、僕が個人的に、今使ってるのは、この 1DX Mark II って言われるもの。今この YouTube を収録しているこの機材が、一応120フレームって言われるハイパースローモーションもできるし、画質も綺麗だし、レンズも豊富なので、1DX すごくおすすめなんですけど、本当にそれに、外向きの映像に関しては、本当にソニーの α9 だったりとか、7S2 とかもすごくいいと思うし、これとかもね、5D Mark II とか、本当に自分に合った一眼レフを選ぶのが、一番いいと思います。で、自撮りするものに関しては、やっぱりその、自撮りしてる時に自分の顔が見えたりとか見えなかったりとか、画質とか結構 Vlog に適しているものって、選定することができるんですけど、一眼レフってどれも高画質に撮れるし、スローモーションもできるものが今多いので、それは自分の Vlog 撮影したい用途によって、軽いものがいいのであれば、ソニーとかね、GH5 とかおすすめですし、重さとか関係ないのであれば、ひとまず高画質な 1DX Mark II とか、そういった機材を僕はおすすめしたいなと思っております。今その Vlog に適した、一眼レフって、一概には言えないって言ったんですけど、動画制作をするにおいて、僕が2年間ぐらいずっと映像制作をしてきておすすめな機材は、もちろんキヤノンさんの 1DX Mark II。これはサムコールラさんとか、テイラカットフィルムズさんとか、数々のね、海外の映像クリエイターさんも使ってるので、間違いないかなと思います、一つは。で、次最近、僕の周りで多いのがソニーですね。ソニーの α7S2 とか、α9 とか、そういった機材を使っている方は多いです。で、本当に写真と動画両軸いけますし、何よりもボディが軽いので、そういった機材は僕はすごくお勧めします。はい。で、一眼レフっていうものを決めた段階で、一つ大事なのが、このマイクですね。で、これマイク何が大事かって言いますと、やっぱり映像制作とか音楽に合わせたものを作ってもいいんですけど、やっぱりそのリアルな環境の音がないと臨場感っていうのは出ないんですよね。なので動画撮影するときはしっかりとマイクをつけてリアルな、その撮影している環境の音をしっかり撮ってください。そうすることによって、音楽に合わせた映像編集をしているときに環境音を上乗せするとすごく演出の幅も広がるので、マイクはしっかりつけてください。で、次にこのスタビライザーですね。こちらは今ロニン S を使ってるんですけど、これをつけると可動域が狭まっちゃうんですけど、スタビライザーがあると演出の幅も広がるので、こういったスタビライザーをつけるのはとてもおすすめです。ただネックなのがやっぱり重たいので、自分の旅も楽しみながら撮影をしたいっていう方はちょっとこういった機材があると旅の楽しさが少し半減するかもしれないです。重いので、荷物も重いし、やっぱり気軽に楽しみたいっていう人たちには、あまりこういったスタビライザーね、大きなものは向いてないかもしれないですね。それはでも自分のどういった撮影をしたいかによって判断していただければなと思っております。はい。そんな感じで、必要な機材ね、スタイリッシュな Vlog を作るために必要な機材っていうものを一通りお話したんですけど、僕みたいなああいった Vlog の、スタイルを目指すのであれば、こういった自撮りする機材を別に持っといて、メインのね、外向きの撮影する機材っていうのを、選定していただければ十分だと思います。そういった付加価値としてドローンとかの映像演出があると、より Vlog のね、構成の幅も広がりますし、見てる人がね、飽きない Vlog っていうものを作り出すことができるので、今ここでね、お見せした機材っていうので、自分が、どういった表現をしたいかによって、機材をね、使い分けていただければなと思っています。はい。じゃあそんな感じで、スタイリッシュなね、Vlog の作り方っていうか、必要な機材についてお話したので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。で、最後に言いますけど、YouTube っていうそのプラットフォームがすごくやっぱり今熱くて、Vlog っていうコンテンツね、例えば中国のビリビリっていうプラットフォームでは Vlog30 日キャンペーンだったりとか、韓国でもね、本当にそのインハウス系の、Vlog だったりとか、自分の顔を出さない Vlog のスタイルとか、一人称、三人称とかいっぱいいろんなスタイルがあるので、自分が一番、好きな表現だったりとか好きな Vlog のテイストっていうのをぜひ試してみてください。はい、そんな感じで今日の動画は以上となります。本日はどうもありがとうございました。